こんにちは、リョイルギターです。今回は、ボス、ブルースドライバーをギブソンレスポール、オックスブラッドで弾いていこうと思います。どうですかこの組み合わせ。なんとなく良さそうじゃんっていう雰囲気漂ってませんか？というのも、今回リクエストお答えシリーズです。以前アップしたオックスブラッドの紹介動画、これに対するコメントで、ブルースドライバーのゲインを2ぐらいで動画やってほしいという声がありましたので、それにお答えする形で弾いていこうと思います。にしてもピンポイントですね。ゲイン2ってめっちゃローゲインじゃんって思ったんですけど、このオックスブラッドの特性から考えると、若干ね、トレブリーだっていう話、その前回の動画でもしましたけれども、そっから考えると、結構抜けのいいサウンド出そうだなーっていう気がするんです。で、しかもピックアップは、リアじゃなくて、ミックスとかフロント。これだとね、なんかいい感じのサウンド出そうな気がするんですよね。やるなぁ、そのコメントくれた人。ゲイン2ぐらいでっていうこの短い一言ですけど、かなり想像力を引き立ててくれるコメントでしたね。この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございます。さあ、そんなこんなで、ボスのブルースドライバー、もう定番中の定番ですね。このペダルとオックスブラッドどんなサウンドになるか。レスポール使いの方全体にもちょっと参考にしていただける内容にしたいなとも思ってますんで、ゲイン2に限らず、ちょっといろいろ後半ではいじりながらサウンドを見ていこうかなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい。では早速弾いていこうと思います。今回使用アンプはマーシャルのバルブステイト8080です。クリーンこんな音。やっぱりオックスブラッドクリーンだとね、より一層高音域がパキッとして出てきますね。やっぱいいなぁ。じゃあ、ペダルをね、オンにしていきましょう。今、ゲインは、私が思う2ぐらいの位置。で、トーンは少し絞り気味です。で、レベルについては弾きながら調整します。では、オン。ちょっとレベル上げます。どうすか？もうザラッザラの音ですね。ザラッザラの。BD2、ブルースドライバーの味が出てますね。で、ちょっと高音域寄りのサウンドですね。トーンをこれだけ絞っててもそんな感じ。もうちょっとトーンを上げると多分きついな。ちょっと高音きついですね。というわけでミックス。いいっすね。このぐらいのトーンでも。フロント。フロントどうですか？ピッキングニュアンスが出やすいっていうのはBD2 のいいところなんですけれども、合わせてそのオックスブラッド特有のそのトレブリーさも相まって、なかなか聞きやすいですよね。フロントでドライブさせてる割には。抜ける音だな、フロントの音だなっていう感じがして、僕は好きですね。いいね。なるほどね。でもやっぱミックスだな。
おう、ミックスが一番ええね。リアだとちょっと硬えんだな。あ、これも悪くねえか。うん。悪くない、悪くない。ほう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 。どうでしょう。ゲイン2の状態。ね。ミックスで使うと非常にツボを押さえてきます。完璧じゃん、ミックスで。これ、決まりです。もう、公式に言ってもらいたいぐらい、オックスブラッドと BD2 の組み合わせはゲイン2だとミックスがもう最高という結果です。さあ、まあね、ゲイン2でやってみましたけれども、まあせっかくなんでね、ちょっといろいろ、ゲインなりトーンなりいじりながらやっていきましょうか。はい。では、BD2 の魅力をちょっと探るために、いろいろなポジションで弾いていきます。もういきなりね、マックスにしちゃう。ね、結構歪むんですよ、BD2 って。ね。ちょっとトーン絞るとね、またいい感じ。ね、結構意外じゃないですか。こんなに歪むの。で、トーン、ゲイン0にするとこんな感じ。ね、ほんと軽く歪む、ほんとブースター的な扱いが、まあできるような気がします。これちょっと今度検証しましょう。で、まあセンターぐらいにすると、まあ総じて言えるのは結構粗めの歪みであると。そしてちょっと張りがある。まあ、同じボスで言うと、それこそ OD3 とか SD1 とかと比べると、ちょっと硬めな質感がこの BD2 だと思います。まあちょっとトーンもね、軽くいじりながら、まあ質感的には粗め。で、レスポールで弾くとより一層ね、ちょっとキュッと硬い硬質なサウンドに寄っていくわけですね。なので、まあ、使いどころとしては本当に軽くクランチさせるっていうのが個人的には好き。あんまり深く歪ませるとちょっと分離感とかきついかな。これで悪くないか。さあ、オックスブラッドで、ブルースドライバー弾いてみました。いかがだったでしょうかね、ゲイン2のところで弾くと、まあ、気持ちいいドライブサウンドですよ。クランチっていうのかな。で、センターだと特にもうこれ以上ないぞっていうぐらいいいサウンドが出ましたね。これは新発見。本当にコメントくれた方、ありがとうございます。勉強になりました。で、その他にもですね、いろんなゲインの位置、トーンの位置で少し弾いてみましたけれども、やっぱりブルースドライバーと、まあ、レスポールっていう観点でいくと、やっぱり硬い、サウンドが出るかなという印象です。なので、それをまあ、良しとするか、どうなのかはもう、好みの世界になってくるので、なんともあれなんですけれども、とにかくブルースドライバーっていうのは結構硬いんだぞっていうのが、伝えたいです。
私は。なので、それをどう使っていくかっていうのは本当に皆さんの考え方、手腕によって様々だと思うんですけれども、とにかく非常に扱いやすいペダルなのは間違いないですし、世のね、ギタリスト、皆さん、多くの方がブルースドライバー使ってるので、ぜひともね、試したことないという方は一度試してみる価値はあるペダルだと思います。いろいろギターチャンネル、ぜひともですね、チャンネル登録、コメント、いいねボタンを押していただけると幸いです。やっぱコメントがね、一番嬉しいですね。ああでもね、こうでもね、つって、やりとりするのは結構好きなんで、ぜひとも遠慮せずにコメントしてください。もちろん今回の動画みたいに、リクエストもお待ちしてますんで、どしどしってなると結構なかなかね、普段はサラリーマンですから、対応が難しくなってくるんですけれども、とはいえ、なるべくお答えしたいなと思ってますんで、遠慮せずにコメントいただければ幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。